今週も1週間お疲れ様でした。どこかの森の奥で仕立て屋をやっているアンバープリムローズです。とにかくちょっと最近は暑すぎる。みんな夏バテなど大丈夫でしょうか？私はちょっと動物を飼っている関係で室温がかなり涼しめなんですよね。だからこんなに暑いのにモコモコの部屋着を着て、荷物受け取る時とかもモコモコの姿で対応して、この人なんでこんなに暑いのにモコモコ着てるんだろうって多分宅配業者の人をギョッとさせているだろうななどと思いながらいるんですが、今週もこんなたわいのない話をしていきますので、みんなもぜひ自分の1週間どんなだったかなって思い返しながら、作業中や寝る前のお供など一緒にのんびり聞いていただけたら幸いです。7月11日、今まで飲んだことがない飲み物を買ってみた。この日はね、今まで買ったことのない飲み物を飲んでみようって思って、サントリーウーロン茶、ハオウーロン、パイン&ライチティーエードっていうやつを買ってみました。私本当にね、一時期サントリーのウーロン茶しか飲んでない時期があって、その時は本当に全身の血液がそれになるぐらいだったんだけど、それぐらい他のウーロン茶じゃなくってサントリーのウーロン茶がすごく好きなんですよ。で、同時に行ったことないんだけど、香港とか台湾、ちょっと温暖なアジアのエリアにすごく憧れがあって、パインとかライチってさ、そういう地域で連想される果物の最たるものだと思ってるんだよね。だから私が大好きなサントリーのウーロン茶から出ているパイン&ライチっていう、もうそういう温暖なアジアを代表するような香りのある飲み物、これ好きな要素しかないなと思って、かなり期待を抱きながら買ってみたんですよ。美味しそうだよね。ウーロン茶のパイン&ライチティーエードって。みんなこれ今名前だけ聞いてみてどんな味をイメージしているでしょうか？これね、結論、私にとっては正直思ってた味とはちょっと違ってこれ本当普通にスーパーとかコンビニの飲み物が売ってあるコーナーに500ml のペットボトルに入ってサイズ感で売ってるんですよ。で、液体の色もね、正直結構黄色で、お茶っていうかジュースを連想させる色味。味もね、個人的にはほぼパインジュースかもっていう感じで、味のイメージ的にウーロン茶とパインとライチが肩を組んで立っているみたいな、スクラム組んでいるというよりかは、組体操でさ、一人が上に立って残りの二人で四つん這いになって支えになるみたいな、タワーあるじゃないですか。パインが上のタワーを3人で作ってるみたいな感じで、しかもそのタワーがパイン180センチ、結構しっかりしている体型で、ウーロン茶とライチは割とひょろっとしてて、見てて支えるのちょっときつそうかもみたいな、そういうタワーのイメージなんかそれぐらいパインが前面に出ている味で、ウーロン茶とライチがね、ちょっと遠かった。で、すごく味わいに行ったら、確かに後味がパインジュースにしてはキリッとしているし、渋みがあって、あ、これがウーロン茶の感じか、確かにみたいな。さっきから言ってる通り、私サントリーのウーロン茶が大好きだから、個人的にね、結構そのウーロン茶の味がベースにあるのを期待して飲んじゃったから、もうちょっとお茶感が強い方が私的には美味しかったかもなと思いつつ、でも行ったことないからわかんないんだけど、そういう温暖なアジアの地域ってさ、果物生搾りみたいなジュースが屋台で売られているイメージがあって、そう考えたら私のイメージ的に多分甘い飲み物が多いのかなっていう印象があって、そういう意味ではね、このパイン&ライチティーエード、甘さを含めてアジアっぽくて面白いのかなとかも思いましたなんか散々言いたい放題、もっとお茶っぽい方が嬉しかったとか言って最後にフォローするみたいな、ちょっと説得力がないかもしれないんだけど、でもね、今回この飲み物結構あえて飲んだことがないものを買ってみようの視点で選んで、で動画で感想も話そうと思って飲んだから、一口飲んで、ちょっと思ってたのと違ったなで終わるんじゃなくって、500ml 分味わいながら飲んだんですよ。お互い膝を突き合わせて向き合ったような感覚というか、だからね、私とサントリーウーロン茶、ハオウーロン、パイン&ライチティーエードの間に対話が生まれた瞬間みたいなものを
感じでお互い膝を突き合わせてるからね、こう向き合ってこう対話するみたいな、そんな感覚になって、味としては思ってたのと違ったんだけど、体験としてねすごく楽しめましたこれ調べてみたらね、今月発売の新商品だそうなので、今話聞いてみてちょっとスッキリした感じのパインジュース好きかもって思った方はぜひ探してみてください。体験として面白かったなぁはありつつ、私は結局普通のサントリーウーロン茶が飲みたくなっちゃいました。7月12日、最近ミントカラーが可愛い。最近さ、ミントグリーン流行ってませんか？何やら。なんかね、インスタグラムとかショート動画とかでミントカラーのメイクとかネイルやってる人ちょいちょい見かける気がするんだよな。それがさ、結構ラメと合わせたりしてるのがすごい可愛くて、見てたら真似したくなっちゃうんだよ。でも私今まであんまりネイルとかメイクにミントグリーン選ぶことってなくて、なんでかっていうとさ、ベージュとかそういう色と違って誰にでも馴染む印象があんまりなくって、なんていうか見てて可愛い色と自分が使って合う色はまた別だよなみたいな、そう思ってあんまり選ぶことなかったんだけど、いろんな投稿を見てて気づいたのが、ミントグリーンって意外とゴールドともシルバーとも相性いいんだなって思って、このミントグリーンのカラーとゴールドのラメ、シルバーのラメ重ねてるのがすごい可愛くて、そう考えたらなんか難しいイメージがあるけど、やりようによっては案外馴染むというかね、取り入れやすい色なのかもって考え方がちょっと変わって、この夏はね、ミントグリーンのネイルをしてみたいなと思ってます。ミント、夏といえばさ、チョコミントが連想されるよね今チョコミント商品も増えてるから見かける機会も多いしさ、ミントグリーンのネイルをしてコンビニとかスーパーにチョコミント商品ディグに行くのもまた一興だよねそんな感じでね、最近よく見かけるミントグリーン、見てるだけでも季節を感じられて夏っぽい気分が上がっていいなと思いました。7月13日、シルバニアにいる気になる赤ちゃんとの出会い。これはね、こんな偶然があって嬉しかったみたいな話なんですけど、この日ね、シルバニアファミリー丸ごと赤ちゃんシールブックっていう女子大歓喜の激アツ商品を買ったんですよ。1シートにいろんな服を着たいろんなシチュエーションの赤ちゃんのシールがいくつもあって、それが結構な枚数、大ボリュームで綴られているという、眺めるだけでも大満足なシールブックなんだけど、本の中にね、赤ちゃん紹介ページっていうのがあって、ペルシャ猫のなんとかちゃんとか、ショコラウサギのなんとかくんみたいな感じで、全員の種族と名前が書いてあったんですよ。で、確かになんかどういう種類の赤ちゃんいるなみたいな風に認識してたけど、名前とか気にしたことなかったなと思いながら見てたら、その中にクルミリスのアンブローズくんっていう方がいらして、私アンバープリムローズっていう名前でさ、しかもこの耳がね、一応リスのような耳ということでやらせていただいてるんですよちょっとこれややこしい説明になるんだけど、私という存在がまず人間と獣のミックスであると。で、その獣も特定のどの種類というわけではなくて、このリスのような耳と、あとウサギのような尻尾がついていますっていう、そういう遺伝子の不思議みたいなね、ちょっと大スペクタクルみたいなストーリーを想起させるような感じでやらせていただいているんですね。で、話を戻して、アンバープリムローズとアンブローズ、リスのような耳を持った私とクルミリスのアンブローズさんっていうところで、かなりね、要素が似ている、親近感が湧いちゃって、これさ、結構すごい嬉しい偶然じゃないですか。なんかこうやってシールブック買ったりとか、一応おもちゃ屋さんとか行った時シルバニアのコーナー全部見るようにしてたりとか、割と近い距離感でシルバニアと接していたつもりだったんだけど、確かにあんまり一人一人のキャラクターに注目してきたことなかったなと思って、今もそうやってシルバニア気にかけるぐらい大好きなんだけど、小さい時からシルバニアで遊んだりしてさ、シルバニアのお家ってすごい家具とか作りが細かくて立派で、私特に赤い屋根の大きなお家とか憧れてたなって思い出したりとかして、でそうやって考えてった時に、
今もミニチュアのものがすごい好きだけど、そういう趣味って元をたどればもしかしたらシルバニアから始まってるのかもなって思ったりとかして、なんかそうやっていろいろこのシールブックを起点として考えてるうちに、私の中でまたシルバニアに対する気持ちが高まっちゃって、でも正直アンブローズさんのことも他人と思えなくなっちゃってるからさ、これを機にアンブローズさんお迎えして、最近さ、手芸屋さんとかでシルバニア用の洋服の作り方みたいな本が売ってたりするんですよ。編み物とか縫い物とかでね。だからそういうのを見ながら洋服作ってさ、それを着てもらったりみたいな、そういうことをしながら私の活動を見守ってもらうのもまた一興なのかなみたいな、そういう風に思ってます。みんなももしかしたらさ、シルバニアファミリーの登場人物一覧みたいなページ調べてみてみたら、同じ誕生日とかさ、何か親近感を覚えるような一人が見つけられるかもしれないよね。私はそんな感じでアンブローズさん発見したので、これから彼の活躍をね、勝手に応援していこうと思います。7月14日、友達が遊びに来た。私ね、最近新しい友達ができたんですけど、それがその学校とか趣味みたいなコミュニティの外のランダムな出会いで知り合った友達っていう、ちょっと特殊な経緯で知り合った人で、大枠で言えば仕立て屋のつながりで知り合った人なんだけど、そういう前提に何か打ち解けられるかもっていう要素がない、全く初めましてで出会った人とすごく気が合うっていう嬉しい出来事がありましたみたいな話にはなるんですよ、これが。そうだからね、最初その人と初めましてで知り合って、その段階では本当にライフスタイルとか趣味とか、最初お互いどういうことが好きな、どんな人なんだろうっていうのを全くわからない、そういう状態。そういうシチュエーションあるけどさ、そういう場合ってこう探り探りじゃないけど、なんとなくこう無難な話題とかを振ってみて、相手のリアクションを見ながら話を展開させていくと思うんですよ。あ、この感じ、この話題きっとあんまり弾まないなとか、逆にということはネットフリックスつながりで他の作品も振ってみたら知ってるかもとかね。そんな感じだからさ、話したけどあんまりいまいち分かち合えるものがないかもみたいな場合もあると思うんですよ。初対面の人同士の話なんてね、そんなもんかもしれないけど、だから逆に弾む方が稀か、そう考えると。で、今回の場合はもう話していくうちに、それ好きなんですか、私もですみたいなのが結構いくつも出てきて、しかもそれがね、なんか一個ニッチなところというか、話す人を選ぶような話題で私もそれ好きですみたいな共有ができたっていうパターンだったんだよね。なんかさ、ちいかわが好きでとか、ディズニーが好きでとか、キャンプが好きでとかはさ、好きな人も多いし、定番な感じがあるから、初対面とかでもさ、割と話題に上げてセーフなところじゃないですか。でもそういうのじゃなくって、この人ニコニコの時代から活躍している配信者を知っているとか、口ぶり的にどうやら夢女子の雰囲気があるとかなんかちょっとそういうどちらかというと日の当たらない部分のカルチャーの話が通じる気配があって、でもうチェックメイト、もしかしたらなんですけど、この人を見てたりしますかって言ったら、見てますで、そこからすごいもう同類仲間の認定が降りて一気に距離が縮まって、なんかそういうちょっとさ、あまり人に話さないような部分の趣味が一致した時、すっごいテンション上がるよね。で LINE とかも交換したんだけど、もうハム太郎のハム語とかをさ、会話に織り交ぜたり、あとときめもガールズサイドのキャラの話とかで盛り上がったり、そういうことができるのってね、こんなに嬉しいんだなって思って、なんかある程度大人になってからさ、そういう立場的なしがらみとか利害関係の一切ないところで普通に気の合う友達ができるってさ、稀だと思うんですよ。だからね、これかなり嬉しいことだな、嬉しい縁だなと思いました。7月15日、新しいキーボードを買いました。
最近ね、私デスク環境をちょっと整えたいなと思っていて、というのもね、一日の中でデスクに向かってる時間が割と長いんですよ。割とこう、よしじゃあ今日も頑張るかみたいな気持ちで座ることも多いから、自分がそこにいて気分が上がるような環境に整えたいなと思って、で、新しいキーボードを買ってみたんですよね。これがね、一応概要欄にリンクを貼っていると思うんですが、オーヘイテックっていう中国のメーカーかなの V99 というメカニカルキーボード、おそらくちょっと名前がどこまでが名前か難しいなと思いながら調べたんですけど、ガジェット系っていうのかな、このパソコンの周りの機材もろもろ本当にいろいろありますね。微妙なところの機能が違うとか、いろんなデザインがあるとか、調べるうちに結構何が何だかっていう気持ちになっちゃって、迷子になりがちなんですけど、このパソコン周りのものというのは。このキーボードはね、完全に見た目で選びました。これはね、全体的に半透明のすりガラスみたいな素材でできていて、近いものがね、アイスキャンドルってわかるかな、みんな。これ結構雪国の冬あるあるなんだけど、真冬にバケツに水をね張って何日か外に置いておくんですよ。そしたら2日3日とかね経ったタイミングで水が外側から先に凍ってくるから、いいとこで中の水を抜くと氷のバケツみたいなやつができるんですよ。で、出来上がった氷のバケツを火を灯したキャンドルにかぶせたら、なんかこうぼんやり光って綺麗みたいな、そういうのがあるんですけど、そのアイスキャンドルを彷彿とさせるようなぼんやりとした光り方ですごい気に入ってる。ちょっと遠回りだったよね。想像できた人が果たしてどれぐらいいるのかという感じなんですけど、なんかさ、クリアな質感の透明は割とよく見るじゃないですか。昔のゲームボーイカラーとかさ、アドバンスとか、そういうちょっと平成を思わせるようなクリアの感じ、色とかがついてるけど、曇った感じの半透明っていうのが私あんまり見たことなくって、そこがねとにかく可愛くて気に入ってます。で、キーボードといえば結構これ気にして買う方も多いんじゃないでしょうか。打鍵音、これもねコトコト系で結構いい感じなんで、ちょっと聞いてもらいたくて、ASMR になります。どうぞ。どうですか？なんかすごい良くない？前のやつが結構バチバチバチっていうさ、青軸ちゃんとタイピングの音がバチバチバチって鳴るタイプだったから、全然音が変わってね、なんかちょっと見た目が自分の好みのキーボードに買い替えたらいいかもなぐらいの気持ちで買い替えてみたんだけど、この打鍵音もすりガラスみたいな見た目も思ってたより気分が上がる。思ってたより気持ちの変化がいい方向にあってね、これ買い替えてよかったなってすごい感じてる。これがさ、一個そうやって成功体験になったから、あとモニターアームと椅子も変えたいなって考えてて、椅子はね今見た目がすごい気に入ってるんだけど、座り心地としてはあんまりっていうのを使ってて、長時間座ってるからさ、なんかちょっとこう機能的にゲーミングチェアみたいなね、長時間座ってても疲れないみたいな、そういうのに変えようかなとか考えてて、椅子はさまだ全然座り心地が変わるとか、機能的に圧倒的に楽になるとか、そういう変化が出るからまだいいんだけど、モニターアームってさ、そんなに他のものと違って見た目とか使い勝手の差が出ないと思っていて、せいぜい色が違うとか大きい違いはそれぐらいしかないのかなって思うから、なんかねこうあんまり買い替えのテンションが上がらなくって後回しにしがち。買い替えた後の利便性はもちろん大事なんだけど、それ以上に買い物ってさ、テンション結構大事じゃないですか。なんかこれにお金を使うぞみたいなさ。わかるかなこれ。キーボードは結構本当に見た目とかさ、コトコトっていう打鍵音とか違いが大きいから結構選んでてテンションの上がる買い物だったんだけど、モニターアームとかちょっとその他の
ものたちはちょっと今からいろいろリサーチをして、ブラックフライデーとか大きいセールのタイミングでまとめて買おうかなって考えてます。7月16日、レトロな温泉旅館に泊まりたい。ちょっとね、また前提の話から始まるんだけど、最近知った曲に黒いっていうバンド、黒いちょっとわかんないんですけど、黒いというバンドの熱海っていう曲がありまして、これがね、シティポップみたいな懐かしさのあるサウンドの曲なんだけど、MV もね、熱海の温泉ホテルとかそういうところでちょっとレトロなフィルターをかけて撮影されていて、出てくる映像がさ、このお店の看板のフォントかなり昭和を感じるなとか、なんかちょっと綺麗な手書きみたいなさ、筆で書きましたみたいなあの感じわかるかなとか、メンバーの方々が温泉施設にある卓球で遊ぶシーンがあったりとか、全体的にね、そんな感じでノスタルジーな雰囲気があってすごくいい感じなんですけど、私あんまりそういう古いけど豪華な昭和の温泉旅館みたいなところ行ったことがなくてさ、で MV 見るうちにすごい行ってみたくなっちゃって、熱海もそういう感じなんだろうけど、あと私の中ですごい昭和の豪華さを感じるデザインのホテルが伊東の鳩屋ホテルとかなんかこう建物としては古いんだけど当時のラグジュアリーな趣向が味わえるみたいな、ちょっとこれ伝わっててほしいな。なんかそういうノスタルジーも味わえるし、ちょっとタイムスリップしたような感覚にもなれるみたいな、そういうのなんか良くないっていうそういう考えなんですけど。でさ、この MV にも登場してたんだけど、旅館あるあるの中にさ、温泉上がって館内着の浴衣着ながら卓球するっていうのがあるよなって思うの。それがさ、結構いろんな作品の中でもさ、典型的な旅館仕草として定着しているように感じるんだけど、よく考えてみたらそれってどこから始まった何っていう感じじゃないですかあんまこう関わりが薄いと思うから、本来温泉と卓球って。でもこうなんとなく全国的にさ、そのイメージがあるから、そういう施設を設けてる旅館いっぱいあるってことなんじゃないのかなって思うんだけど、実際温泉泊まりに行ってああいう空間で卓球やったことある人いる？私ね、思い返してみたらその空間を自分の目で見たことないかもって思って、でこの旅館で卓球っていうのがあるあるだよねって認知してるけど、フィクションの中でしか見たことないやつだって気づいたらすっごいやってみたくなっちゃってで、あともう一個レトロな温泉旅館で連想したことがゲームコーナー。温泉旅館のゲームコーナーって良くないですか？なんかこう何年そこで現役で働いてるんですかみたいな、もう今は他のどこでも稼働してないような昔すぎる方の乗り物とかさ、いつからそこに入ってるんですかみたいな、パッケージがもうちょっと日焼けしちゃってるような昔のアニメ作品の景品とかさそういう他ではお目にかかれないような乗り物とか景品が現役で働いているところが温泉施設のゲームコーナーだと思っていて、やっぱ旅館におけるゲームコーナーってさ、ついでというかおまけというかメインじゃないから、多分そんなに頻繁に景品変えたりとかそういうこともないんだろうね。それが結果的にノスタルジーでありつつ、ちょっとこう人の気配があるけど、でもただそこに添えられているだけみたいな、バックルーム的なわびしさのある異世界観みたいな雰囲気を作り出していると思っていて、伝わってるかなこれ。なんかちょっとそういうあれなんか違う世界に来ちゃったかもみたく錯覚するような独特の空気感があって、すごいたまらないかもって思うんですよね。温泉旅館のゲームコーナー。だいたい温泉泊まりに行く時ってさ、のんびりすることをメインの目標にしているから、チェックインした後って基本的に部屋にこもりがちで、そんなに館内をさうろちょろ歩き回ったりすることって今までなかったから、今度一回昭和を感じるような大きい温泉旅館で館内を楽しむっていうのを目的に泊まってみたいなって思いました。7月17日、ポケモン GO10 周年、かなりめでたい。10周年ってやばいなということなんですけれども、
ポケモン GO っていうスマートフォンのアプリ、私好きで遊んでるんですけど、それがね、この7月でリリースから10周年で、今月イベントがすっごい熱くて、例えばこの週はコスチュームピカチュウが出るイベントをやっていて、麦わら帽子をかぶったピカチュウとかティアラをつけたピカチュウみたいな特別な見た目の可愛いピカチュウがたくさん登場して、もうゲーム開くの毎日すごい楽しかったんだけど、アプリゲームで10周年ってさ、かなり長寿だよね。ポケモン GO もさ、リリース当初もすごい社会現象見たくなって流行ってたから、きっと今これ聞いてくれているみんなの中にも、今はやってないけど前に遊んだことあるなっていう人いるんじゃないかなって思っていて、私もね、実はこのゲーム出戻り勢というか、リリース当初しばらく遊んで、でそのうち熱が落ち着いていってやめて、で何年かブランクがあって、今年に入ってからまた復帰みたいな、そういう感じなんですよ。でその当時、リリース当初すっごくこのゲーム遊べること楽しみにしてて、サービス開始当日から遊んでた記憶があったから、あれから10年かって思ったらさ、すごい不思議な気持ちになっちゃって、10年前すごいワクワクした気持ちで遊び始めたゲームを10年後の今も同じように楽しんで遊んでるんだって思ってさ、みんな10年前の今って自分が何してたか思い出せますか？2016年7月の話。そうやって当時の自分に思いを馳せてさ、あ、これを楽しみにしてたよな、あれをやってたよな、ここに住んでたよなとかって思い出していくうちに、10年ってすごい年月だなって思って少なくとも当時は自分が10年後 VTuber 活動してるなんてみじんも思ってなかったし、住んでる場所も毎日の過ごし方も全く想像していないものなので、今の生活ってなんか2016年とかさ、ほんと最近じゃんみたいな、ついこの前じゃんって感覚的には思うんだけど、こう人生の見える景色が変わるには十分な時間なんだなみたいな、そんな風にね、ポケモン GO 10周年っていうのを通して感慨深い気持ちになっちゃいましたそうやって考えたら多分さ、今もすごい何気なく過ごしてるけど、10年後2036年の自分から見たら、うわー、2026年の7月あんなことしてたら懐かしいなって感じるだろうなって思って、なんかすごい感慨深さを先取りしちゃいましたね。はい、ここからは今週のアンプリと一緒のコーナーになります。1週間に一つ何か同じチャレンジをしてみて、ちょっとした冒険気分だったり新鮮な感覚を日常の中で味わってみませんかというコンセプトのコーナーなんですけれども、先週はね、飲んだことのない飲み物を買って飲んでみるというお題やってみまして、私も今日お話をしましたサントリーウーロン茶ハオウーロンパイン&ライチティーエイドを飲んでみたんですが、みんなも何か新しい飲み物を挑戦してみてくれましたでしょうか？ちらほらコメントでこれ飲んでみたよとか、面白いコーナーみたいな風に言ってもらえて、すごく良かったなというか嬉しいなと思っているんですけれども、そんな感じで考えてみました。今週のお題、こちら。ビルボードジャパンのチャートホット100、上から見ていって聞いたことのない曲を聴いてみる。みんなヒット曲って聞いてますか？個人的にね、私曲をディグるということあんまりしなくなったなと思っていて、最近はほとんど決まった好きなアーティストの曲を聴くとか、プレイリストのおすすめで流れてきた曲を聴くみたいな、そんなことが多くて、だからね、あ、今これが流行ってるんだとか、これ結構知らなかったけどいい曲だなみたいな、そういうことを思いながら、何か一曲能動的にね、曲を選んでみて聴いてみるみたいなのもまた一興なのではないかと。概要欄にビルボードジャパンのリンクを貼っておくので、みんなぜひ自分の気になる一曲見つけて聴いて、これ聴いてみたよって教えてくれると嬉しいです。私もまた来週の動画でこれ選んで聴いてみたよっていうお話をいたします。ちょっと楽しそうだなと思ってくれた方はぜひ一緒に挑戦してみましょう。そんな感じで今週のブーケはこんな感じになりました。今週はね、結構言ってしまえば何も出来事らしい出来事は起きていないというか特筆するようなことが一切起こっていない週といえば
そういう感じだったんですけど、まあ何も起きていなくても暮らしを楽しめたら、それはそれですごく豊かなことだなと思うので、ミントから最近可愛いなとか、レトロな温泉旅館泊まってみたいなとか、何も起きてないけどいろいろ感じられた、そんな週かなと思います。みんなはどんな1週間だったでしょうか？ぜひこんなことがあったよとかね、コメントで教えてくれると嬉しいです。最後にこの動画を楽しんでいただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントなどしていってもらえると大変励みになります。それでは明日からも自分のペースでやっていきましょう。来週も動画でお会いできることを楽しみにしています。お相手はアンバープリムローズでした。バイバイ。